アップデートバージョン 3.1.0 まとめ。ジャスパルと申します。先日は久しぶりの水曜日メンテナンスお疲れ様でした。たまーにね、水曜日メンテあるんですよね。ってことで、アップデートバージョン 3.1.0 が配信開始となりまして、主にデリバード周りに調整が入りました。このデリバードを中心にアップデート情報をまとめていきますので、ホリデーでデリバードを狙うかどうかも含めて検討する材料にしてみてください。それでは参ります。ということで、アップデート 3.1.0 の内容をチェックしていきましょう。まずはデカ盛り料理ウィークボリューム2のデータが追加されました。こちらで初登場となります、おそらくミカルゲと思われる寝顔も寝顔図鑑に追加されておりますね。全部でしっかり4種類あるみたいなので、お腹の上にもどっこいしょ頑張って登ってくれるみたいです。どんなステータスなのか非常に気になりますね。続いてバランス調整です。今回のアップデートのメインはほぼこれですね。デリバードに調整が入っています。基本的には強化の方向性となりますね。メインスキルが普通の食材ゲット S からプレゼント食材ゲット S となりまして、ポケモンスリープでは初めてポケモンの飴を獲得する可能性のあるスキルにリワークされました。またその影響でスキル確率も上昇しています。このプレゼント周りが今回の動画のメインとなりますので、後ほどまとめてがっつり解説したいと思います。ってことでデリバードに調整がありまして、ポケモンの調整はデリバードのみとなります。その他のバランス調整には特別ピックアップに追加の調整が入っています。特別ピックアップのポケモンが出現した際、ポケモンが1匹追加で出現するようになりました。現在特別ピックアップになっているのはダークライのみなので、ニュームーンデーでダークライが出現した場合にプラス1匹ポケモンが出現してくれます。ポケモン8匹のリサーチだったら9匹目が出現するよっていう感じですね。これまではダークライには興味ないんですよねって方にとって、ダークライが出現するたびにリサーチの出現数を1匹減らされていたようなものとなっていたかなと思うので、この調整でよりダークライの悪夢が晴れることになるんじゃないかなと思います。またこの調整に伴って特別ピックアップのポケモンが出現した日は12匹目のポケモンからリサーチ報酬が少なくなるようになります。通常ね、ポケモン11匹目から報酬が少なくなる調整がされているんですが、特別ピックアップがあると元々のポケモン最大8匹、ここにダークライが含まれていて、そして特別ピックアップのプラス1匹、ポケモンのお香のプラス1匹、いいキャンプチケットのプラス1匹で、1回目のリサーチ時点で11匹目までリサーチできるようになっちゃうんですよね。せっかくプラス1匹にしたのに報酬が半減してしまっては悲しいということで、特別ピックアップの時だけ特例が設けられた形になります。これ通常時は変わっていないのでお気をつけください。あくまで特別ピックアップの追加調整となります。ってことで、特別ピックアップのポケモンが出現するとプラス1匹ポケモンが出現するようになりました。ダークライ以降の特別ピックアップも楽しみですよね。と、調整関連は以上で、その他軽微な修正回収が行われたみたいです。何かね、お気づきの回収ポイントなどあればぜひコメントで教えてください。そしてこのページに書かれていない内容、アップデート予告の動画でもお話ししましたポケモンの最終枠について、この動画を投稿している時点ではカモネギシアンぐっすり残留ってことで、どうやらね、まだ鳳縁御三家たち最終枠に入っていないみたいです。最終枠や保証枠に関する解説はこちらの動画をご覧ください。X 上でもね、いくつかそれらしいリサーチの投稿が見受けられたんですけど、どうやらね、まだ鳳縁御三家たちは最終枠入りしていないみたいですね。これ実際にミカルゲが出現するようになった瞬間に切り替わるっていう可能性もあるかと思うんですけど、とりあえず現時点ではカモネギはまだシアンぐっすりで狙えるみたいです。来週のデカ盛りではエナジーをがっつり稼げる方もそれなりにいらっしゃることと思うので、それこそね、ラピスラズリウトウトとかで海竜ではなくて樹海院が出現したよみたいなリサーチになっていたら、またその時にコメントなどを頂戴できますと幸いです。ミカルゲが出てくるフィールドですと、ラピスウトウトの樹海院とラピスぐっすりのバシャーモが分かりやすいんじゃないかなと思います。こちらの動向来週も注目です。そんな感じでデカ盛りのデータが追加されて、ミカルゲの寝顔が4つあることが判明して、デリバードのスキルがプレゼントにリワークされて、ダークライ出現時にプラス1匹ポケモンが増えるようになって、カモネギはシアンぐっすりでなんとか踏ん張っている、そんなアップデートバージョン 3.1.0 となっております。
てなわけで来週のデカ盛りは最終枠の挙動に注目しつつ、次回ニュームーンデーも楽しみにしていきましょう。ってことでここからはデリバード絡みで現段階で分かっていることをまとめていきたいなと思います。まだね不透明なこともそれなりにあるんですが、比較的すぐに判明していくんじゃないかなと思います。一つ一つチェックしていきましょう。ってことで改めましてプレゼントの効果を見ていきます。プレゼント食材ゲット S は集める食材の数が減ってしまった食材ゲット S に時々チームのランダムなポケモン1匹の飴を4つ獲得する効果がついたものとなっております。飴4つ 100EXP 分ってことで1日寝たのと同じ EXP 分の飴がゲットできます。なかなかバカにならなそうですよね。なおこの飴4つ全レベルで獲得量が変わりません。常に4つです。これね結構意外でした。バグであってほしいまあ飴を獲得できるメインスキルはこれが初めてなので慎重な調整になったのかなと推察してみます。もともとね夢のかけらゲット S もリリース当初の効果量って相当控えめな量でしたし、ランダム版のレベル8もレベル7からの伸び率を下げられちゃったりとかしてますし、それこそねさっきも話した11匹目以降のポケモンの飴なんかにもがっつり規制を入れてきている運営さんなので、リソース絡みの調整はかなり慎重に対応してるんじゃないかっていう気がしますね。もし今後似たようなスキルが増えたりとかユーザーの声が高まったりとかしたら強化があり得るのかもなーくらいにね思ってます。なおねレベルによる食材の数は画面の通りとなっておりまして、レベル1がもともと食材6個だったのが4個に、で最大レベルの7だともともと24個だったのが17個になりました。ざっくり 30% 減って感じになってます。これまあまあしっかり減ってはいるんですけど、その分はスキル確率で補填するような調整になっているのでご安心ください。ちなみに他の食材系のスキルプラスや食材セレクトよりもプレゼントの方が食材の量がわずかに少なくなっているので、もうデリバードに合わせてオーダーメイドで丁寧に調整されたんじゃないかっていう気がしますね。まあだからこそ飴の量に関してはかなり慎重な調整だったんじゃないかと思ってます。さあそんなね丁寧に調整された感のあるデリバードのスキル確率なんですが、こちらばっこりと上昇しております。元々のスキル発動率が 1.5% というなかなかに鍛え上げられた極限調整の様相を呈していたんですが、いつもお世話になっておりますレノンクスポケスリ攻略ツールさんではとっくに分析されておりまして 3.0% になっているとのことで倍もうがっつり上がっております。アップで予告動画の時に1日2回くらいスキル発動できるようになったらワクワクして楽しめそうですねみたいなことを言ったんですけど、それが現実になるほどの大きな調整となってます。まさかねここまで大幅に調整してくれるとは正直期待していなかったので個人的には嬉しい誤算でした。そしてこれを実現するための食材獲得量の大幅な減少だったというわけでしょうね。さあそれでは実際にねどれくらいスキルを使えるようになったのか計算ツールで見ていきましょう。いろんなデリバード4体とヒーラーのパーモットにお越しいただきました。ホリデーも近いのでヒーラーを普段のサーナイトではなくパーモットにしてみました。レベルは一番左の子が30で、それ以外は全員60となっております。食材は一旦 AAA で。ちなみにリンゴだと数が多いので最大所持数が素早く埋まりやすくなる分、卵の時よりわずかにスキル期待値が下がります。でカカオだとその逆なんですが、まあビサーですね。でデリバードたちのサブスキルは基本食材確率アップ M を持たせてあるんですが後ほど補足します。パーモットはスキルレベル6でスキル確率アップ M を持っています。睡眠時間9時間3食付きの想定です。ってことで肝心のスキル期待値なんですが、レベル30食材確率アップ M だけのスキル補正がないデリバード期待値 2.03 回ってことで、なんと期待値2回を超えてきてるんですよね。でその隣レベル60になってもほぼ変わらず 2.10 回ほどとなっているみたいです。まあヒーラー込みではあるんですけど、これまでからするとしっかり爆増と呼べるんじゃないかなと思います。
ちょっとね、アップで前の計算結果を取っておくのを忘れてしまったので、直接画像では比べられないんですけど、これまでって無補正ヒーラー込みでも期待値 1.3 回前後とかで、スキル確率アップ M があっても 1.7 回に満たないくらいの期待値だったと記憶しているので、無補正ヒーラー込みだけで1日2回ほどの期待値があるっていうのはもう革命的と言えます。で、先ほどね、スキル発動率が 1.5% から 3% に2倍になっているとお伝えしまして、確かにそこは2倍になってるんですけど、それで発動期待値が2倍になるってわけではないんですよね。っていうのも、寝ている間の最大所持数の壁とスキル天井の仕組みが関係していると思われます。デリバードってお手伝いスピードに対してかなり最大所持数の少ないポケモンなので、レベル 60AAA 食 M の場合、およそ3時間ほどで最大所持数が埋まっちゃうんですよね。これ木の実のポケモンに匹敵してるくらい早かったりします。で、うちのね、リンゴ個体なんかはお休みリボン1000時間があって、所持 S と同じプラス6個の余裕があるんですけど、リンゴが上振れるとマジで2時間くらいで所持数溢れてることがあったりとかしますね。本当にね、君たくさんプレゼント運べるのって思うんですけど、袋からね、物をボロボロこぼしているデリバードも全然イメージ通りだったりするんですよね。そんなわけで、所持数のスキルやお休みリボンがないと寝ている間のスキル抽選の回数ってかなり控えめになってしまって、朝起きた時のスキル発動率は 30% ちょっとくらいしかないみたいですね。そしてもう一つ、スキル天井の仕組みがあります。詳しくはね、かなり前にアップした動画ではあるんですけれども、こちらをね、ご覧いただきたいんですが、ざっくり説明すると、スキルが連続で発動しなかった場合でも必ずスキルを発動してくれる、そんな仕組みがありまして、食材と木の実のポケモンはお手伝い78回連続でスキルが発動しなかった場合、79回目のお手伝いで必ずスキルが発動してくれます。必ずとは言ったんですけど、途中でチーム編成を変えたりすると天井カウントが少し巻き戻るみたいな仕組みもあったりするので、そういうのがあるんだなくらいで覚えておいてください。ちなみにスキルのポケモンたちはお手伝いスピードによって個別の天井が設定されています。そんなスキル天井、食材と木の実のポケモンは78回固定の天井なので、お手伝いスピードが速いほど天井到達が速くなるんですよね。で、デリバードってスピードが速くて、かつてはスキル率もめちゃめちゃ低いっていう、非常に天井に到達しやすい性能だったんです。その天井到達率、なんと以前は 30% ほどもあったみたいで、デリバードより天井到達率の高いポケモンって最終進化で考えるとキテルグマとバタフリーくらいしかいなかったみたいです。ちなみにライコーとかは無補正だと天井到達率 26% くらいあるみたいですね。スキルの子なので天井短縮されてはいるんですけどね。そんなわけで、かつてのデリバードってスキル率 1.5% ではあったものの、天井込みの実質的なスキル率って 2% 以上とかになってたみたいなんですよね。ってことで、そんななんやかんやを加味した結果、スキル発動率は2倍になってるんですが、実際のスキル期待値は多分 1.56 倍くらいになったというデリバードです。で、スキルのね、食材の量が 30% くらい減っているので、これくらいの上昇量でようやく同じくらいの食材数になってるんじゃないかなと思います。ってことでね、スキル期待値は1日2回超えくらいの水準にまでぶち上がりましたが、食材の量はだいたいトントンくらいなんじゃないかというデリバードの調整でした。なお、ここからはね、だいぶ余談となるんですけれども、スキル確率アップ M を持たせたデリバードは1日の期待値 2.7 回近くあるそうで、スキル確率アップ MS、お手伝いスピード M、性格生意気のスキル全増しデリバードまで行くと期待値4回を超えてくるみたいです。ここまでやってスキルレベル7にするとスキルの食材も70個近くになって、元々の卵も合わせて1日140個近くとか食材を集められるようになるので、悪くないかもしれないプレゼント飴システムを構築したい方にとっては一考の余地がありそうなレベルまでしっかりと期待値伸びてくれてるなとは思いました。そんなね、デリバードのざっくりスキル期待値でした。さあ、そんな感じでね、スキルで集める食材の数はどうやらそんなに変わっていなさそうだったんですけれども、飴の分だけ強化されたと言っても過言ではなさそうなデリバード。そんな飴の取得率、時々とのことなんですけれども、実際どのようになっているんでしょうか。
現在ね、ポケモンスリープ攻略検証ウィキさん上でプレゼントの検証も行われておりまして、この動画を作っている時点での検証内容は、プレゼント発動総数54回、飴取得回数24回、確率にして 44% ほどとなっているみたいです。結構ある。結構ありますよね、これ。まだまだね、母数が少ないので、ここからめちゃくちゃ数字が変わる可能性もあるんですけど、ポケモンスリープの時々って、ブラッキーの月の光およそ 50%。で、EX モードの食材ボーナス、食材得意が時々食材を2つ持ってくる確率およそ 50%。それと、クチートの怪力バサミおよそ 17%。この3つかなが時々で存在していますので、50% の可能性あり得るかもしれませんね。ここからね、実は 33% くらいでしたってなるかもしれないんですけど、無補正の子でも1日1回くらい飴持ってきてくれるんだとしたら、かなり楽しめるスキルになりそうなので、ちょっとこっからね、巻き返してほしい。デリバード頑張れって応援だけはしていきたいなと思います。ちなみにどうやらね、デリバード自身の飴も選ばれるみたいですね。またリーダーに設定しているポケモンの飴が多く選ばれるのかも検証のおまけとして調べられているんですけれども、今のところそんなことなさそうですね。ポケモンの飴を自分でね、拾ってくる確率ってリーダーが他のポケモンの倍くらいあるらしいんですけど、マジでリーダーって何なんでしょうかね。今後ね、リーダー絡みのスキルとか出てきたら面白そうですよね。そんなわけで、ぜひともね、デリバード使いさんはこちらの検証もお手伝いしてみてはいかがでしょうか。ってことで、1日2回近くスキルを発動できるようになって、食材の数は多分そんなに変わってなくて、飴の取得率がもしかしたら 50% 近くあるかもしれない、そんなデリバードのプレゼントでした。ってことで、ここからさらにね、プレゼント周りの細かい話をいくつかしていこうと思います。まず、指を振るでプレゼントが出るのかどうか。こちらね、指を振るでの発動は X などを調べた感じではまだ報告とかは上がってなさそうでした。なんですが、プラスだったり強運、怪力バサミに関してはしっかりと発動するし、追加効果が発動することも確認されているみたいなので、おそらくプレゼントも単体でも発動するし、追加効果もそのうち確認されるんじゃないかと睨んでいます。スキルコピーも同様でしょうかね。もしご存知の方いらっしゃいましたらコメント頂戴できますと幸いです。なお、直近のデカ盛り料理ウィークでは食材系のスキルの効果量が 1.5 倍になるっていう調整がされておりまして、プレゼントも食材ゲットではあるので対象になっているはずですね。ここで飴の獲得量も 1.5 倍の6個になるのかどうか注目です。強運の夢のかけらの量が 1.5 倍になるっていうのは知ってるんですけど、あれは追加効果というよりはメインの効果になるので、怪力バサミだったりプラスの追加効果であるコーヒーやミルクとか、そういった部分まで 1.5 倍になるのか、こちらもね、ご存知の方いらっしゃったら教えていただけたらなと思います。少なくともね、これデカ盛り初日には判明するかなと思いますね。スキルウィークでは食材のポケモンにはスキル確率 1.5 倍が乗りませんので、デカ盛りでデリバードの食材を活かしながら飴集めすることができたら楽しそうだななんて思いますね。そして最後に、これはかなり余談で、私のデリバードで確認したことなんですけれども、ちゃんと特別なポケモンの飴も持ってきてくれました。そりゃそうだろって感じだとは思うんですけど、伝説のポケモン、特別なポケモンたちって飴を集めるのが難しい子が多いので、持ってきてくれたら特に嬉しい枠かななんて思いましたね。足が速くて食材確率の低めなデリバードってお手伝いブーストとの相性がいいってわけじゃないんですけど、ちりつもになるかなということで、ちょっとだけね、意識してみても面白いかなと思います。といったデリバード絡みのなんやかんやでした。いかがでしたでしょうか。皆さん的に注目の調整はどれになるでしょうね。結果的にね、デリバードの元々の使用感は変えずに飴がゲットできるかもしれないっていう、ほぼそれだけの回収だったわけなんですけど、内部的には本当に色々しっかりとリワークされてたぜって感じで、今後もこういった方向性のリワークが来る時に楽しみになるような内容だったかなと感じました。で、デカ盛りの開催とともにプレゼント絡みの仕様ももう少し解明されることと思いますし、法園御三家の最終枠追加についても続報あるだろうなってことで、引き続き注目していきましょう。といったアップデートバージョン 3.1.0 まとめでした。
ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みとなります。いつも本当にたくさんの応援やコメントのプレゼント届いております。ありがとうございます。それではね、気がついたら間もなくデカ盛り開催のタイミングとなっておりましたので、皆様が狙っている料理ジャンルを一発で弾けることを願っております。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。